どうもベニマルでございます。本日はちょっと息抜きというか、これまでいろんな歪みペダルを紹介してきたわけですけど、各有自分が実際ヘビーユースしてきたのはどれなんですかということで、歴代のメイン歪みについて紹介してみようかなと思います。ライブをいっぱいやってた時期とか制作メインの時とかで結構チョイスが変わってたりもするんですが、どういうところが良くて何に使ってたのかとか順番にね紹介できればと思います。では早速いってみましょう。自分が最初にメインと言えるくらい使い込んだのがこの BB プリアンプ。それ以前は本当ラット2とか最初に買った OS2 とか、そういう土定番で勉強してたんですけど、初めて本格的に自分の好みで見つけたのがこの BB プリアンプです。ブリティッシュコンボアンプみたいな柔らかいサウンドが特徴的ですね。 EQ が2バンドなんですけど、特にこのベースとトレブルを上げ目にしたセッティングが気持ちよくてずっと使ってました。で BB プリアンプ、コンプレッション感がかなり強烈で、もう単音で弾いててもものすごい膨らみ感があります。当時ジャズコ JC120 でライブする機会が多かったんですが、ジャズコのねバキッとしたサウンドとこの柔らかさが相性良かったりします。ちなみにこれアンディ・シモンズバージョンなんですけど、もともとはねノーマルのやつ使ってたのがあまりに好きすぎて両方買って比べたりしてました。若干このアンディバージョンの方がよりスムースというか柔らかいサウンドでお気に入りでした。次におよそ3年後大きなね変化が訪れます。というのも次のメイン歪みがこの MJM ロンドンファズです。オーバードライブの話してたのにいきなりファズとはこれいかにといった感じですけど、要はギター本体のボリュームを絞ってファズをオーバードライブっぽく使うというのを好んでやってました。当時はかなり頻繁にライブをしていて、それもねそんなにいい環境でもなかったので、がっつりバランスを作り込むというよりはその場その場で雰囲気を見るというか、手元でね程よい飽和感クランチを作って、フルにしてギターソロみたいな、そういう使い方をしてました。このロンドンファズかなり攻撃的というか荒っぽい音で、ヴィンテージっぽさとは真逆のバキッとしたサウンドですね。特にギターのボリュームがフルだとかなりエグいです。これギター単体で聴いてると正直やかましいんですけど、これが小さめのライブハウスとかだと意外とねこれぐらい派手な方が埋もれることなくドカッと聞こえてよかったです。余談ですけどおなじみのエンプレス、ちょうどこの頃このロンドンファズとペアでいろんなとこで使った思い出がありますね。
ここからまた3年くらいいろんなファズフェイス系を試してみて、ついに出会ったのがサンフェイス。さっきのロンドンファズと比べるとだいぶ上品なサウンドですね。ここからだんだんとライブよりは制作メインになって、デジタルのアンプ趣味もよく使うようになったので、音抜けとかよりはダイナミックスとかアナログ感みたいなところを重視するようになってます。このサンフェイスかなりゲインが低くて、ローミッドがね柔らかく膨らんでるのが特徴的です。ただこれまで3種類くらいのトランジスタ違いのサンフェイス使ってみたんですけど、どれも結構サウンドが違くて、このねホワイトドットに限った話かもしれないです。結構繊細でニュアンスも出るんですけど、じゃあさっきのロンドンファズみたいなパワフルサウンドは出せないんですかというと、アンプ側のゲインをちょっと上げ目にしてサンフェイスでブーストしてあげるといい感じになります。アンプありきって感じなので、ライブだと正直使いづらいんですけど、録音だとブースト具合で抑揚とかねコントロールしやすくて良いです。でこのサンフェイス今もずっとメインで使ってるんですけど、ただねさすがにファズだけで全てやっていくわけにはいかなくて、爽やかフレッシュな曲とかカッティングとか厳しいので、これ以降はサンフェイスと2本柱でオーバードライブをね使っていく感じになります。そして出会ったのがソウルドリブン。同じエキゾチックの BB プリアンプ同様、ブリティッシュ系のコンボアンプっぽいサウンドだと思います。 BB プリアンプほどコンプ感はなくて、程よくダイナミクスがありますね。ソウルドリブン、このミッドブーストというつまみが本当に優秀で、図太い感じからガツンとタイトな感じまで1台で使い分けられるのが良いですね。出先でクリーンなアンプ、ジャズコとか歪ませたりとか、録音でもねアンプの入力をグリーンブーストしたり、いろんな仕事をこなしてくれます。最初も BB プリアンプでしたけど、ギターもねエキゾチックだし、このブランドとは勝手にね縁を感じてます。ソウルドリブンだいぶ使い込んでて今でも使うんですけど、これまた3年くらい経って次に出会ったのがオリジンエフェクツ。エキゾチックの柔らかめのサウンドと比べるとかなりシャープですっきり、その分ダイナミクスがかなり出るペダルです。特に広域のクリアさが際立っていて、例えばジャキッとした J ロックって感じのサウンドなんかも得意です。これも守備範囲が広くて、クリーンブーストからがっつり歪みまでいろんな仕事をしてくれる、今もね一番信頼してるオーバードライブです。このリバイバルドライブと並行して使ってるのが同じブランドのハルシオン。
キャラ結構似てるんですけど、ハルシオンの方がミドルの膨らみが強くてリード向きのサウンドだと思います。弱く弾いた時に硬い感じにならないのが良いんですね。ダイナミックスお化けって感じで、本当はどっちか1台にしたいんですけど、なんかお互いハマんない曲も多くて、なんだかんだ両方同じくらい使ってます。合体させて 2-in-1 にしたいですね。そんなこんなで今に至るんですが、最後におまけです。メインってほどじゃないんですけど、最近かなり気に入ってるのがこのスペシャルクランカー。オーバードライブなんですけど、ファズみたいな印象で、ソロ用のゲインブーストとして使うと非常にダイナミックな演奏ができます。さっきのハルシオンとかは弱く弾いてニュアンスが出せるペダルなんですけど、スペシャルクランカーはバキッと強く弾いた時に天井知らずというかアタックが突き抜ける感じが出て弾いてて楽しいです。これもアンプありきなんでおすすめってわけではないですけど、今時珍しく値段も高くなかったりして最近のお気に入りです。ということで歴代メイン歪みでした。改めて整理してみて思ったのは、人間好みってあんま変わんないんだなと。ただその時々がライブ中心なのか、制作中心なのかで、クリティカルな機材って変わってくるんだなと思いますね。ライブって一口に言っても、ミディとかでしっかりと同期させる場合もあれば、手元でねラフにやった方が良くなることもあるだろうし、本当機材とのマッチってのは目的用途次第で変わってくるんだなと思います。ちなみに自分としてはね、改めてロンドンファズを弾いてみたら、なかなかワイルドで面白かったので、またね積極的に使っていこうかなと思ってます。皆さんも昔のメイン歪み改めて弾いてみると意外な発見があるかもしれません。ということで今回も終わりたいと思います。ありがとうございました。